皆さんこんにちは、ボロタン Z です。今回は前回作った女の子を VTuber として動かせるようにしていきたいと思います。モデリングが出来上がったのでアーマチュアを入れて体を動かせるようにします。話せるようにあいうえおを作って笑ったり怒ったり悲しんだり表情を作っていきます。そして VRM でデータを出力することで VC フェイスなどいろいろな VTuber を動かせるソフトで使うことができるようになります。ブレンダーを使えば簡単に VRM でオリジナルの VTuber のキャラクターを作ることができます。ブレンダーで VRM を出力して VC フェイスで VTuber を動かすまでをやってみたいと思います。今までお伝えした手法を使えば簡単にいろいろなキャラクターを VTuber にすることができますので VTuber に興味がある人は最後まで見て参考にしてください。このチャンネルはこれから 3DCG を始めたいと思っている人や 3DCG を仕事にしたいと思っている人たちに向けて楽しく 3DCG を作るためのコツや情報を伝えていこうと思っています。よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。では始めていきましょう。まず最初に VRM をブレンダーで作るためのアドオンをインストールしたいと思います。エディットのプリファレンスを開いて Get Extensions を表示します。右上のエクステンションズセッティングを押して Digit Extensions プラットフォームを選択してエクステンションズのホームページを表示します。上のサーチバーから検索するかアドオンの中から VRM を表示します。 VRM のページの右下の Get Add-on を押します。ブレンダーにドラッグ&ドロップの表示に変わるのでブレンダーにドラッグ&ドロップします。インストールが始まりインストールドに VRM フォーマットが表示されればインストール完了です。ツールに VRM のタブが表示されます。では以前の動画で作成したキャラクターにリギフィのフェイシャルリグを作成して表情を作っていきます。まずはモデルを統合していきます。顔は顔のテクスチャーでまとめてあるので顔のモデルを一つに統合します。髪の毛は髪の毛のテクスチャーなので髪のモデルは髪だけにしておきます。体のテクスチャーもまとめてあるので体を一つのモデルに統合します。モデルの整理が終わったらリギフィのリグを作成するためにメタリグを追加します。追加メニューのリギフィメタリグのヒューマンを選択します。メタリグのスケールをキャラクターと同じぐらいに調整します。肩の高さで合わせると良いと思います。アーマチュアのプロパティのビューポートディスプレイでインフロントにチェックを入れます。アーマチュアが常に最前面に表示されるようになります。そしてエディットモードにして骨の位置を詳細に決めていきます。後から何度でも変更することができますので適切な位置はリグに変換しながら決めていくと良いと思います。リグに変換するにはメタリグのプロパティの下の方にリギフィの項目があります。まずはアップデートフェイスリグを押します。フェイスリグが変更されます。問題ないようでしたらジェネレートリグを押します。リグが作成されます。メタリグのスケールを1に適用しておくと適切な大きさでリグが作成されます。キャラクターをリグで動かせるようにするにはメッシュをすべて選択して最後にリグを選択します。オブジェクトメニューのペアレントのオートマチックメイトを実行します。リグを選択してポーズモードにすることでキャラクターを動かすことができるようになります。今回のリギフィは表情を作るためと T スタンスに変換することのみに使います。表情が動くかどうかを試してみます。それと腕を真横に上げた時に
良い感じになるかどうかを確認します。問題ありそうだったらメタリグに戻って骨を何度も調整します。目は半球なので正しい位置に骨がないと横を見た時に目が飛び出してしまいます。正しい骨の位置に調整します。シャツとパンツと靴の裏面のポリゴンが残っていたので削除しておきます。全体的な調整が終わったらオートマチックウェイトでペアレントして細かいウェイトの調整を行っていきます。リグで動かしてみるとウェイトがおかしいところが多々あります。調整しやすいようにリグでポーズをつけます。モデルを選択してモデファイヤーのアーマチュアの手前の2つのアイコンのオンケージとエディットモードをアクティブにします。そうすることでリグでつけたポーズでウェイトを調整していくことができます。アイテムタブのバーテックスウェイトでウェイトを調整していきます。調整が難しい場合はウェイトペイントモードでペイントすると良いと思います。顔のリグを一通り動かしてみておかしいウェイトを調整していきます。歯や舌も調整しておきます。では表情を作成する準備が整いましたのでリギフィーのフェイシャルリグを使って表情を作成していきます。 VRM フォーマットでは17個の基本表情のシェイプを作成する必要があります。普段の表情のニュートラルとアギフの口の形と瞬きのブリンク、喜びのジョイ、怒った顔のアングリ、悲しい顔のソロー、楽しい顔のファンを作ります。そして上を見た顔のルックアップ、下を見た顔のルックダウン、左を見た顔のルックレフト、右を見た顔のルックライト、左目だけをつむったブリンク L、右目だけをつむったブリンク R も作っておきます。リギフィーのリグにタイムラインで10フレームおきにキーを打ちながら表情を作成していきます。自分の顔を鏡で見ながら作成のも良いですし、参考となる資料を見ながら作るのも良いと思います。参考となる画像を後ろに置いておきます。リギフィーのリグを選択してポーズモードにします。コントロール A を押してリグを全選択します。最初のフレームに S キーを押してキーを打っておきます。1のフレームはニュートラルにします。タイムラインを10フレーム目に移動してあの口の形を作ります。形ができたらリグを全選択して10フレームにキーを打ちます。次は20フレームに移動してイの口を作ります。0のフレームのキーをコピーしてタイムラインにペーストします。ニュートラルの形になるので作業がしやすくなります。イの口の形を作ってキーを打ちます。こんな感じで必要な表情を作っていきます。
すべての表情が作り終わったらオブジェクトモードにします。顔のモデルを選択してタイムラインを1フレームにします。モデファイヤーのアーマチュアの右端のメニューを開いてセーブアズシェイプキーを押します。そうするとデータプロパティのシェイプキーにベースとアーマチュアをいうシェイプキーが登録されます。アーマチュアの方をニュートラルに名前を変更します。そしてタイムラインを10フレームにしてもう一度セーブアズシェイプキーを押します。データプロパティのシェイプキーにアーマチュアが登録されているので「ア」に名前を変更します。同じようにしてタイムラインを動かして他のすべてのシェイプキーを登録していきます。全部登録し終わったらタイムラインを最初に戻します。シェイプキーのバリューの値を1にしてみてシェイプキーが登録されているかを確認します。問題なければ表情の作成が終了です。追加で作りたい表情があれば空いているフレームに表情を追加してシェイプキーを登録します。何個でも追加で増やすことができますのでいろいろ作ってみてください。キーフレームの中間の表情が変わっているところもシェイプキーとして登録できます。では次にこのキャラクターにペアレントされているアーマチュアを VRM 用のアーマチュアに変更していきます。元のリギフィーのリグは残しておきたいのでキャラクターの入っているコレクションを複製します。元のコレクションを非表示にします。複製したコレクションの名前に VRM とつけておきます。リギフィーのリグにペアレントされているモデルを選択して親子関係をクリアしておきます。そしてリギフィーのリグとメタリグを削除します。モデルの名前に数字がついているので変更しておきます。モデルプロパティのバーテックスグループをすべて削除しておきます。このシェイプアニメーションのついたモデルに VRM 用のアーマチュアを入れていきます。VRM のタブを表示して Create VRM モデルのボタンを押します。そうするとアーマチュアが追加されます。このアーマチュアをスケールでキャラクターに合わせます。スケールを適用してエディットモードにして詳細に位置を決めていきます。すべてのアーマチュアの位置を決めた後は追加の骨を入れていきます。胸の骨の上のジョイントを選択してエクストルードツールで押し出します。アーマチュアが胸の階層に追加されます。ボーンプロパティの関係のコネクテッドのチェックを外すと骨の位置を動かすことができます。この骨は胸の房を動かす骨にして位置を決めます。名前を変更してドット L をつけておきます。アーマチュアのメニューのシンメトリーを行います。反対側に R が作成されます。次に髪の毛の骨を入れていきます。同じようにコネクテッドを切って動かしたい位置に骨を置きます。骨の名前を変更しておきます。そしてサブディバイドを行うと骨が分割されます。左下の分割数を3にします。骨が3つに分割されます。骨を選択してシンメトリーします。このようにしながら全体的に骨を追加していきます。骨を追加し終わりましたのでモデルとアーマチュアを親子付けします。モデルをすべて選択して最後にアーマチュアを選択します。ペアレントのオートマチックウェイトを行います。ポーズモードにして骨を動かしてみて正しく変形するか確認します。かなりウェイトがおかしなところがあるのでウェイトを調整していきます。ウェイトを調整したい頂点を選択してアイテムのタブを開いてバーテックスウェイトの値を調整します。数値を1にして横のペーストボタンを押すと
選択してある頂点にウェイトがペーストされます。このようにして細かくウェイトを調整していきます。ウェイトペイントモードのグラデーションツールを使うとドラッグした範囲にウェイトをつけることができます。バーテックスウェイトで大きくウェイトをつけてウェイトペイントモードで細かく調整していくと良いと思います。髪の毛のウェイトはウェイトをつけたい髪の束以外を非表示にするとグラデーションツールでウェイトがつけやすくなります。
ウェイトを全て付け終わったらモデルを選択してメッシュメニューのウェイトのノーマライズオールをかけておきます。そしてオブジェクトメニューのクリーンナップのリミットトータルバーテックスグループをかけてリミットの値を4にしておきます。次にテクスチャーのベークとマテリアルの整理を行います。まずは髪の毛のテクスチャーのディフューズとノーマルをベークします。髪の毛を選択してシェーディングワークグループに移動します。髪の毛のシェーダーが複雑に組まれているので VRM フォーマットではそのまま表示することはできません。なので単純なシェーダーになるようにテクスチャーをベークしてまとめたいと思います。まずは髪の毛の色を赤に変えれるようにしていましたが、色も焼き付けますので茶色の自然な色に戻したいと思います。色が決まったら細い方の毛の方にも色をコピーしておきます。そして横のイメージエディターでベークする用の新しい画像を作成します。名前の最後にディフューズとつけておきます。2048×2048 のアルファ付きの画像を作ります。そしてシェーダーエディターでイメージテクスチャーのノードを追加します。作成したディフューズの画像を選択します。ベークをするにはレンダープロパティでサイクル図になっていることを確認します。プロパティの下の方にベークの項目があります。ベークフロムマルチレゾのチェックを外してベークのタイプをディフューズにします。インフルエンスのコントリビューション、ライトは影響するかどうかのチェックは外してカラーだけにしておきます。イメージテクスチャーのノードを選択してベークボタンを押します。ベークが終わるとイメージエディターで確認できます。アルファがついた状態でベークされています。忘れずにイメージをセーブしておきます。確認するために前のノードの接続を切ってベークしたイメージをつないでみます。アルファもつないでみると透明度も問題ないことが確認できます。テクスチャーの座標も問題ないことを確認します。では次にノーマルマップもベークします。同じようにノーマルマップ用のテクスチャーを作成します。ノーマルはアルファを使いませんのでアルファのチェックは外しておきます。ノードを追加して作成したイメージにしてカラースペースをノンカラーにしておきます。ベークのタイプをノーマルにしてベークボタンを押します。ノーマルマップがベークされましたのでセーブしておきます。座標につないでノーマルマップのノードを追加してノーマルにつなぎます。問題ないことを確認します。これで髪の毛のマテリアルがシンプルになりました。メタリックやラフネスなど他もベークすることができます。複雑なノードを組んだとしても簡単にゲームや VTuber で表現することができますので覚えておくと良いと思います。同じようにして他のマテリアルもベークしてまとめていきます。すべてのマテリアルのベークが終わりましたらテクスチャーでまとめられるものをまとめておきます。シャツとパンツと靴のテクスチャーは一つにまとめた方が良いのでクリタなどの画像編集ソフトで合成しておきます。ノーマルはオーバーレイで合成します。ラフネスはスクリーンで合成します。ブレンダーに戻ってマテリアルを整理していきます。髪の毛はほぼ同じものなのでマテリアルを一つにまとめます。服のジーンズとシャツと靴のテクスチャーをまとめたのでマテリアルも一つにまとめます。ラフネスとノーマルのテクスチャーノードにまとめたテクスチャーを読み込んできます。マテリアルの割り当てを同じものにして他のものは削除しておきます。ではモデルが完成しましたので VRM の設定を行っていきます。 VRM のツールパネルを開いてまずは VRM モデルのチェックボタンを押します。もしモデルに問題があった場合はメッセージが表示されます。問題があった場合は修正します。ポリゴンのエラーがありますが出力時に修正されますので次に行きます。
VRM ツールの上から順に設定していきます。エキスポートオンリーセレクションズにチェックを入れます。VRM のフォーマットを0に設定します。VRM メタを開くとサムネイルや名前など情報を入力する欄がありますので書き込んでいきます。使用する VTuber 用のソフトによって権利情報など設定しておかないと動かないものなどありますのでソフトに合わせて設定してみてください。まずはサムネイル用の画像を作ります。カメラをつけてレンダリングをしてそれをサムネイルの画像にしたいと思います。出力のフォーマットを 512×512 に設定してレンダリングします。画像を保存してイメージエディタで読み込みます。それをサムネイルに設定します。キャラクターの情報を書き込んでいきます。タイトルにキャラクターの名前を書き込みます。バージョンは自由に分かりやすい数字を入れます。オーサーに作者の名前を入れます。オーラウドユーザーにキャラクターを使用できるユーザーを指定します。ひとまずエブリワンにしておきます。その他の詳しい説明はネットで調べてみてください。次にヒューマノイドの設定を行います。アーマチュアの骨を設定していきます。VRM 用のアーマチュアを使用しましたので骨の名前は一致しています。もし違う場合は設定します。そして VRM は T ポーズで出力する必要があります。なので T ポーズの欄をレストポーズからカレントポーズにします。そしてアーマチュアを選択してポーズモードで T ポーズにします。次にブレンドシェイプの設定を行います。ブレンドシェイプを開いてボックスで設定されている表情にブレンドシェイプを設定していきます。バインドの横のプラスを押します。メッシュを選択しシェイプキーを指定します。もしメッシュが複数ある場合は複数設定します。プレビューの数値を動かすと表情を確認することができます。このようにして全ての表情の設定を行います。次にファーストパーソンの設定を行います。必要がある場合は設定します。次にスプリングボーンの設定を行います。髪の毛や胸など揺れ物の設定を行います。体が動いた時に髪の毛がふわっと揺れるようにすることでキャラクターが生き生きとしてきます。少し大変ですが大事ですので設定していきましょう。まずはスプリングボーングループの横のプラスを押してグループを追加します。下のボーンズの欄でプラスを押して骨を選択して追加します。まず根本の骨を追加してその骨につながっている骨を全て追加します。揺れ物がめり込まないように衝突するコリジョンを設定することができます。その下のコライダーグループでグループを追加します。コリジョンが親子付けされる骨を選択します。その下のコライダーズでプラスを押して追加すると球体が骨に現れます。横の数値で大きさを設定します。球体を選択して適切な位置に移動させます。コライダーの設定が終わったら上のスプリングボーングループのコライダーグループでプラスを押して作成したコライダーグループを設定します。次にスプリングの設定を行います。スティッフネスはバネの硬さです。値が大きいほど揺れにくくなります。髪の毛の目安は 0.3 から 0.7 になります。ひとまず 0.5 にしておきます。ドラッグフォースは空気抵抗です。髪の毛の目安は 0.4 から 0.8 です。グラビティパワーは重力の影響度です。髪の毛の目安は 0.3 から 0.6 です。髪型をなるべく保ちたい場合は0にしておくこともできます。グラビティディレクションは Z 軸をマイナス1にしておきます。ヒットラデュースは衝突判定の半径です。髪の毛の太さに応じて値を設定します。このようにして他の揺らしたい骨にスプリングボーンの設定をしていきます。ブレンダーではすぐにプレビューができないので出力してソフトで動かしながら設定を行っていく必要があります。まずは参考値を入れてみて出力しながら調整していくと良いと思います。すべて入力し終わったら VRM でエクスポートすることができます。リアル調のキャラクターでしたら
このまま VRM でエクスポートすることで VRM が使用できるソフトで動かすことができます。またアニメ調のトゥーンシェーダーにすることもできます。このキャラクターの服はリアル調で、顔と髪の毛はアニメ調にしてみたいと思います。まずは体のモデルを選択してボディのマテリアルを選択します。マテリアルプロパティの下の方に VRM マテリアルの項目があります。トゥーンシェーダーにする場合は Enable VRM M トゥーンマテリアルにチェックを入れます。そうするとシェーダーが変換されます。では M トゥーンの設定をしていきます。まずは影が白くなっているので自然な影の色を設定します。下の方に輪郭線を入れるアウトラインの項目があるのでワールドコーディネートに設定します。そして横の数値を入れて輪郭線の太さを設定します。輪郭線の色も変えることができるので濃い肌色に設定します。次に顔のシェーダーを M トゥーンに変換します。同じように影の色を設定します。アウトラインも同じように設定します。しかし顔の目や眉毛などアウトラインが出てほしくないところにもラインが出てしまっています。アウトラインが出てほしくないところにはマスクをかけることができます。新規で白い画像を作成します。名前をアウトラインマスクにしておきます。それをアウトラインのイメージに設定します。そしてテクスチャーペイントに移動して画像をアウトラインマスクに設定します。目などアウトラインが出てほしくない部分に黒を塗っていきます。ある程度 3D ビューでペイントしてあたりをつけたら 2D ビューでペイントしていきます。忘れずにセーブします。これでアウトラインが出てほしくないところにマスクを設定することができました。次に髪の毛も M トゥーンに変換します。同じように色と影を設定します。髪の毛は毛先をアルファで抜いているのでアルファモードをカットアウトに設定します。細い毛が消えてしまったので UV を修正します。これで全ての設定が終わりました。ではモデルを選択して VRM でエクスポートを行います。出力するモデルを階層から選択してファイルメニューのエクスポートの VRM を選択します。名前をつけて VRM を出力します。ワーニングが出ていましたので修正を行います。もう一度 VRM をチェックして問題を修正します。再度 VRM をエクスポートします。ファイルが出力できたら VRM の完成です。 VC フェイスで動かしてみます。 VC フェイスのアプリを起動します。アッドアバターを押して出力した VRM フォーマットのファイルを選択します。横の画面に情報が表示されますのでスタートを押します。ウェブカメラで自分の顔を映して認識すれば動きに合わせて動き始めます。髪の毛も滑らかに動いています。瞬きをすればアバターも瞬きをします。顔の表情を読み取って作った表情に変えてくれます。アニメとリアルが混ざったなかなか面白いキャラクターに仕上がったのではないでしょうか。マイクで声を入れてリップシンクをすることもできます。こんにちは。はじめまして。バーチャル VTuber の女の子です。よろしくお願いします。
慣れてくれば自然な表情で演技をすることができると思います。他のアプリでも動かしてみましょう。見てねフリーで動かしてみます。モーションキャプチャーの動きを当てはめることができますので、全身の動きを確認することができます。同じ VRM のファイルでもアプリによって見え方が変わりますので、いろいろと試してみると良いと思います。VC フェイスで手を動かすためにはリープモーションという手の動きをキャプチャーする機材を使います。しかしリープモーションは販売中止になっているので、中古で手に入れるしか方法がありません。なので VMC という方法でウェブカメラ1台で手までをキャプチャーする方法をやってみたいと思います。まずはウェブカメラのビデオストリームを分割するソフトをインストールします。とても軽くて安定しているスプリットカムをインストールします。次に VRig Unity というソフトを GitHub からダウンロードしてきます。概要にリンクを貼っておきますので、リンクから必要なファイルをダウンロードします。スプリットカムと VRig Unity を起動して、左上のセッティングのカメラのソースでスプリットカムバーチャルカメラを選択します。レゾリューションはカメラに合わせて設定してください。そして下のスタートカメラを押すと、カメラに合わせてキャラクターが動き始めます。手も動くと思います。そして右上のスタートセンダー VMC を押すと、VMC で VC フェイスに動きを送ることができます。VC フェイスを起動して、カメラをスプリットカムバーチャルカメラに設定してスタートします。セッティングを押してジャーナルセッティングを表示します。下の方にスクロールさせていくと VMC レシーバーの項目がありますので、チェックを入れます。下のポートナンバーを3333にします。そしてその下のアプリ VC フェイストラッキングにチェックを入れます。アプリエクスプレッションズにチェックを入れて、トラックフェイスフューチャーズにもチェックを入れておきます。これで体の動きは VRig Unity で、顔の表情は VC フェイスの機能を使うことができます。すべて無料で使うことができますので、試してみてはいかがでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回の方法でどんなキャラクターでも簡単に VRM のキャラクターが作れると思います。これであなたもオリジナルキャラクターで VTuber になれます。可愛いキャラクターがいると華やかになりますよね。さあ、無限の想像の世界へ。私も動けるようになったのは嬉しいのですが、私の夢は銀河パトロール隊員になって宇宙を飛び回りたいんです。想像の世界は無限ですよね。なので銀河パトロール隊の大服を作ってください。わかりました。次回からはキャラクターや背景を作って冒険活劇を作っていくようなワクワクする動画を作っていきたいと思います。さあ、無限の想像の世界へ飛び出そう。